こんにちは。アトリエネトラポートです。フェザークラフトが初めての方でも分かりやすく説明をしていきたいと思います。物を作るのはすごく楽しいので、皆さんでぜひいろいろ作っていきましょう。今回はキャンプとかでね、よく見かけるスキレット、こちらのカバー、持ち手のカバーを作っていきます。ご自宅で使っている方も多いと思います。こちらすぐできますので、皆さんでぜひ作っていきましょう。それでは作っていきます。今回使っていく革は 2mm の厚さの革になります。サイズは 11cm×12cm で2個取れます。この同じ大きさのものを2枚取ってください。砕くことができたら裏側にトコノールを塗っていきます。表と裏で色を変えてもね、可愛いですね。ぜひいろんな素材で作ってください。はい、かけたら裏面にトコノールを塗っていきます。こちらですね、トコノール。裏の目を見て目の寝る方向に塗っていきます。で、毛羽立ちが抑えられて皮の少し丸まっているのも伸ばすことができます。裏側に塗れたら目の寝る方向にガラスをかけます。毛羽立ちがないとカットする時も楽にカットできます。はい、塗れたらですね、重しを乗せてしばらく置いておいてください。5分ほどで大丈夫です。5分ほど経ちましたら皮が馴染んできます。カットしていきます。カー包丁で半分に切るとカーブのところがとっても切りやすいです。型紙に合わせて2枚をカットしていきます。カーブのところ1回でぐるっと曲がると皮よれてしまうので、何回かこう刻んで進んでもらって切りやすいように切ってください。で、2枚を後で貼り合わせます。やっぱり誤差が出ると思うので、多少ガタガタしても大丈夫です。後でとっても綺麗になりますので、たくさんヤスリをかけていきます。よいしょ、こんな感じで、はい、それぞれを切り分けてパーツに分けてください。切り分けることができたら、この入り口をへり落としして角を取っていきます。はい、今回は3番のへり落としという、ここに3って書いてあるんですが、3番のへり落とし、たくさん削れるものを使っていきます。入り口になるここですね。表側と裏面は端っこ1センチ残した状態で、中を端っこ1センチは削らなくて大丈夫です。こちらも一緒です。表側とあと裏側削ってください。へり落としができたらトコノールで磨いていきます。はい、ここに塗りまして、よいしょ、はみ出さないようになるべく塗ってください。そしたら乾かないうちにウエスで磨いていきます。はい、あまり力はかけすぎなくて大丈夫です。行ったり来たり摩擦をかけて磨いていくとツヤがすごく出てきます。こんな感じで見えますかね。ここがピカピカ光ってるんです。コバがピカピカツヤツヤになってます。ツヤツヤになったんですが、これを紙やすりで落とします。磨きの工程と読んでいます。詳しい動画、短いものが基礎編にもありますので、コバ磨きの動画興味のある方は見てみてください。はい、削りました。そしたらこれで1セットになるので、もう1回トコノールを塗って磨いて削ります。で、3回目塗って磨いてもらうととってもピカピカツヤツヤになるので、ぜひやってみてください。こちらも一緒です。こちらとこちらを磨いてください。2枚とも入り口のところがピカピカに磨けました。ピカピカになるとすごいなんか気持ちいいですね。
はい、そうしましたらいよいよ刻印を押す方は刻印をこのタイミングで押してください。オリジナル刻印ある方とかね、ぜひぜひ押してかっこよくしてください。はい、今回はそのまま進んでみます。では接着していきます。ボンドで接着をしていきます。周りをぐるっとボンドで塗っていきます。なかなか刻印を持ってる方もそんなに多くないと思うんですけど、落ちないスタンプとかも今結構流行ってるので、そういうのでスタンプを押してあげるのも可愛くなると思います。はい、片面につきましたら、一番上、ここ入り口になります。ここを合わせて貼っていきます。この高さを合わせて貼っていきます。ボンド結構手についたのが銀面につくとシミになってしまうので、それだけ気をつけてください。この高さを必ず合わせてください。下は調整が効きます。大丈夫です。一番合うところでこうギューッと押して、ボンドがはみ出ても大丈夫です。後で取れますので、ギューッと押してボンドの層をできるだけ薄くしてください。ギューッと押して余分なボンドを出しておくと、後で最後小刃磨いた時にとっても綺麗な小刃に仕上がります。はい、周りぐるっと留められましたら、こういったクリップなのでしっかりボンドを乗せたところのすぐ上を隙間なくぐるりと留めてください。この時点で段差があっても大丈夫です。後で削って切ったりしていこうと思っています。こんな感じで隙間なくぐるりと一周留めてください。では接着5分から10分ほど置いてください。しっかりくっついたら次の工程に行きます。ボンドでくっつきました。そうしましたら2枚が2人合わさるようにしたいので、どちらかちょっと大きい方を包丁で切っていきます。長い方を下にしてもらって、こうザクザクっと落とす感じで、切れるところは切って整えてください。これ以上切れないなーっていうぐらいになったらですね、今度ドレッサーヤスリですね、でしっかり2枚を合わせていきます。この小刃をぴったり合わせるようにしておくと仕上がりもとても綺麗ですし、穴を開ける時もしっかり2枚を縫い合わせることができます。しっかり、特にこのカーブがこうギザギザしてしまったり合わないことあると思います。しっかりめにドレッサーをかけてください。一方方向にしっかりドレッサーをかけます。2枚がぴったり合いましたら、いよいよ穴を開けていきます。まずガイドの線を引きます。はい、こちらですね、ディバイダーという道具。今回は 3mm で引いていきます。3mm に合わせたら表になる方に引いていきます。どちらか選んでもらってぐるりとディバイダーで 3mm の線を引いていきます。はい、引けたら穴を開けていきます。今回私は5番の締め打ちを使っていきます。お好みで変えてもらって大丈夫です。一番こちらが上になるんですが、一目開いたところから始まります。線上をずっと穴を開けていきます。カーブに差し掛かったら2本刃を使ってください。2本刃すごく刺さりやすくなります。気をつけて打ってください。最後調整をかけて、また1目のところで終わるようにしてください。調整の仕方の短い基礎編の動画もご用意があるので、興味のある方はそちらもじっくり見てみてください。最後まで穴を開けます。今回はちょうどよく開きましたので調整はしていません。よいしょ。それではここを1本で縫っていきます。この距離を一度測ります。一度測ったら、今日はこの 4.5 倍取っていくので、糸 4.5 倍取ってください。今回私は麻の糸で縫います。そしてローをつけて針を取り付けてください。それではいよいよ縫っていきます。こ
こういう方向に縫っていくんですが、今回は1目めに入れます。そして長さを揃えてコバのところをぐるりとかけようと思います。表からぐるりと一周します。はい、裏も一周していきます。裏にもともとある糸もぐるりと一周していきます。この2本がきれいに並ぶように調整してください。ここからは通常縫いになります。表から入って進行と逆に引っ張り、裏から入っていきます。では最後の穴までこのように縫っていきます。縫い方も基本の動画ありますので、詳しく見たい方はそちらをご覧ください。ぐるっと一周縫ってきました。こちらの縫い止まりも始まりと同じようにこの上側のコバのところを引っ掛けていきます。前の糸を噛まないように表からと裏からとぐるりとかけます。最後ギューッと引くときにこの2本がきれいに並ぶように調整をしてください。はい、そしたら表側もう一つ戻っていきます。そして裏も戻ります。よいしょ。でもう一つ戻ったら縫い止まりになります。浅い糸なので二重に返したら手元でバツンと切ってしまいます。ギュッと縫い合わせたことによってコバが糸につられてですね、こうなみなみしてきますので、縫い終わった後コバ処理をする前に必ずドレッサーをかけて、また2枚が平らになるようにしっかりと削ってください。結構磨きの工程で発覚することもあるんです。なんか塗って磨いてるのになみなみしてるなというのもあるので、この段階でしっかりきれいにドレッサーをかけておいてください。はい、ドレッサーがかかりましたら今度はコバ処理していきます。まずへり落としをしていきます。今回3番の番号でへり落としをしていきます。ぐるっと一周表も裏もへりを落としてください。縫い目がギリギリのところはちょっと避けてもらって大丈夫です。ぐるりと表裏へり落としをしてください。はい、へり落としができたら最後に周りをぐるりとトコノールで磨いていきます。この入り口のところを磨いた時と同じようにトコノールを塗ってください。ピカピカに最後磨いてください。はい、皆さん完成しましたでしょうか。こちらが以前作ってしばらくちょっと教室で展示をしていたものになります。結構味わいも出て、よいしょ、形もねついてきてるかなと思います。今回今作ったもの、こっちが今回作ったものです。まだはめ込んでないので形はそのままです。ぺったんこですね。はい、最初はめる時すごくちょっときついと思うので少しずつ伸ばしながら入れてみてください。これロッチのスキレットカバーを作ってます。どこのメーカーもちょっと一緒なのかわかんないんですけど、大きいバージョンも入りますのでぜひぜひ作ってみてください。こんな感じで出来上がりました。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。動画の方を気に入ってくださいましたらいいねボタンやチャンネル登録もお願いします。またお会いしましょう。